どうも、たけしです。今日はちょっと久しぶりにゆっくり話す系の動画を撮っていこうと思います。上海に住んで2ヶ月が過ぎて、自分の中でもなんとなく整理ができてきて、このタイミングで自分の今の気持ちを少しシェアさせていただければなと思います。まず、中国のマーケットについて感じたことで、ここでいうマーケットは、僕の仕事であるこのモデルのマーケットについての話です。で、上海に来て感じたのは、今の中国のマーケットは、アジア人モデルにとって厳しい時期であるということです。僕は大きいブランドのキャスティングに何度も参加させてもらったんですけど、そこで僕以外のアジア人のモデルに会ったことがないんですね。でもちろんこの中国人のモデルは別ですよ。ローカルで活動してる方は別なんですけど、日本人とか韓国人とかそういう方に全く会ったことがなかったんですね。で、後で事務所からも、今はアジア人モデルの動きがちょっと静かな時期なんだっていうのも聞きました。で、これは本当に僕がこっち来てから肌でもひしひしと感じていたことです。この厳しい時期っていう要因は、この個人の努力だけでは突破できない壁だなというのを理解しました。で、おそらくそのアジア人モデルをキャスティングで見かけなかったっていうのも、他の事務所がこの状況が状況なだけに、このアジア人モデルをあまり呼んでいないのかなっていうのも感じました。個人的な意見として。なので、正直、来るタイミング悪かったかもっていうのは、率直に思った感想です。はい、2ヶ月、もう1ヶ月目ぐらいから思ってたんですけど、この2ヶ月で改めて思った感想です。で、だからといって手を抜いたことは一度もなかったです。自分のコントロールできる範囲の部分は全力を尽くしました。初めての上海での生活とか、初めてのシェアハウスでのこのモデルたちとの共同生活っていう部分も、なんかメンタルが乱れがちなんですけど、自分の軸を持つようにして、すごくケアしてきたし、あと、健康管理とか体型管理はもちろん徹底してました。なので、できるだけ外食あんまりせずに自炊で済ますっていうのもやってきました。で、あとこのキャスティングの時なんですけど、どういうモデルがフィッティングへ進むかっていうのも観察したり研究したりしていました。中国のキャスティングって、まずモデルたちがわーってなんか一列に並んで、そこからクライアントがあなたじゃあ次フィッティング進んで、他の人たちありがとうございました、帰ってくださいみたいな感じで、もうほんま5秒ぐらいで決まるんですよ。で、その中で、ただの立ち姿でどうやって次にフィッティングに行けるんかっていうのを他のモデル見て、この姿勢であったり、目線とか、表情とか、なんか動作とかを見て、なんか勉強したりしてました。で、実際それで僕もそれを取り入れてフィッティングに進んだっていう経験も何度もあるので、なんかキャスティングが始まってからこの会場出るまでひとときも休まることはなかったです。キャスティングの時は。で、あと特に力入れてたのが SNS の発信です。もう今でこそちょっと慣れたんですけど、ビデオ撮って何か話して発信するっていうのは本当に苦手やし、今までやってこなかったんですけど、せっかく中国来たし、これだけはちゃんとやっていかななっていうので始めた SNS はいい感じに伸びました。てか伸びてます。はい。で、レッドノート、中国のインスタグラムと呼ばれるレッドノートっていうのがあるんですけど、これはたった2ヶ月で3000人以上のフォロワーを獲得しました。はい。で、こういうコントロールできる範囲のことを全力で尽くしてたら、自分でも驚いたんですけど、毎晩寝る前にね、今日もやるべきこと全部できたって思って安心して眠れるんですよ。こんなめちゃくちゃストレス化の状況やのに。で、これがもう本当に不思議でした。僕日本住んでた時とか韓国住んでた時は、なんか今日も怠けたなって思って、なんかモヤモヤしながら終わる一日とかもあったんですけど、でも上海来てからそれはもう一日もなくて、なんかいつもなんか気持ちよく寝れてました。はい。多分これは僕が本当に全力で一日を生きていたからだと思います。全部やることやって。はい。本来はもう少し長く滞在する予定やったんですけど、結果的に一旦僕は日本へ戻ることにしました。と言っても、これはなんか諦めたとか、ギブアップしたみたいな、挫折したからとかではなくて、シンプルに今はマーケットのタイミングが合ってないからと判断したからっていうだけです。本当にそんな簡単な感じです。で、それに僕は上海が気に入ったので、いいタイミングがあればまた戻ってきたいって思ってます。だから今回の帰国は
次のステップの準備みたいな感覚です。で、上海で過ごした2ヶ月は結果だけでは測れないくらい僕の中に多くのものを残してくれました。で、挑戦することの楽しさとか行動をし続けることで見える景色とか、そういう感覚が自分の中で確かに育った気がします。なので、上海の暮らしは大変だったんですけど、間違いなく成長できたし、ここで得た感覚はこれからの活動に絶対に生きてくると思っています。だからここからも止まらずに淡々と積み重ねていくだけです。はい、そんな感じです。では。